今日は人参の天ぷらを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は人参の天ぷらを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、とてもサクサクで美味しい人参の天ぷらを作っていきたいと思います。人参の甘みも引き立ったとても美味しい天ぷらです。サクサクに仕上げる方法などいろいろご紹介していきます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに人参の天ぷらの材料からご紹介します。材料はこちらです。人参、三つ葉、薄力粉、片栗粉、マヨネーズ、お水、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。ということでね、人参の天ぷらをこんな感じの材料で作っていきます。人参とプラス三つ葉も入れたものもね、2種類作っていきたいと思います。あとはね、一緒に桜エビとか入れて揚げていただいても美味しく召し上がっていただけると思います。こちらはお好みでね、入れてみてください。今回の天ぷらのポイントはこちら、片栗粉とマヨネーズです。この2つを入れることでとてもサクサクで美味しい天ぷらに仕上がります。さらにマヨネーズは味がついてるのでコクも加わってさらに美味しい仕上がりになります。続いて天つゆの材料をご紹介します。材料はこちらです。お水、お醤油、みりん、だしの素。天つゆはこちらの材料で作っていきます。天つゆに使うだしの素はかつおだしを使っていきます。こちらお好みで昆布だしを使っていただいても OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに天つゆから作っていきます。小鍋にお水、そしてお醤油、みりん、そしてだしの素を加えます。でこれを火にかけましょう。で火加減は中火でまず沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したらね、火加減は少し弱めてこのまま30秒ほどひと煮立ちさせてください。はい、 OK です。そしたら火を止めます。天つゆはこれで完成です。でこちらをですね、このまま粗熱を取っておきましょう。では続いて人参の天ぷらを作っていきます。まずね、人参の皮を剥きましょう。はい、そしてヘタの部分を切り落とします。ではね、こちらをだいたい5、6センチ幅になるように切ります。この人参だとちょっとちっちゃめなので2等分にしたいと思います。大きめの人参の場合は3等分ぐらいにしていただくとちょうどいいと思います。そうしましたらこれをね、細切りにしていきます。スライサーがある方はスライサーでスライスして、その後ね、細切りにしていただくとやりやすいと思います。では包丁でやるときはね、かなり薄めにスライスしていきましょう。まず3ミリ幅ぐらいかな、そのぐらいにスライスします。でこのままだとちょっとね、動いてやりづらいので切り落としたところを下にして、そしてまた薄切りにしていきます。はい、このぐらいのね、薄切りにしてください。そうすると食べた時にね、ザクザクっとした美味しい食感を楽しめます。では残りも同じように薄切りしていきます。はい、 OK です。であとはね、切りやすい枚数だけ揃えて、そして細めの千切りにしていきます。はい、このぐらいの細切りにしてください。ではね、残りも同じように切っていきます。はい、人参が切り終わりました。こんな感じでね、細切りに切ってください。そしたらですね、今回人参だけのものと、あとは三つ葉を入れるもの2つ作っていくので、このようにね、ボウルに半分にして分けておいてください。人参の準備はこれで OK です。続いて三つ葉を切っていきます。三つ葉はね、適当な長さに切っていきます。だいたい2、3センチぐらいの幅でね、この茎の部分を切っていただくといいかなと思います。で葉っぱの部分も適当に切りましょう。はい、三つ葉の準備はこれで OK です。それではね、こちら先ほど分けておいた人参に切った三つ葉を入れます。野菜はこのように準備しておいてください。それでは衣を作っていきます。まずね、今回マヨネーズを加えていくんですけれども、こちらのマヨネーズそのまま入れてしまうとダマダマになってしまいますので、まずはじめにお水で溶いて、その後粉類と混ぜたいと思います。まずボウルにマヨネーズ、そして使うお水を少しだけ入れます。そしてよく混ぜましょう。はい、でしっかり溶けたらまた少し加えます。そして混ぜましょう。でこのぐらいシャバシャバになったら残りのお水を全部加えてください。そして混ぜます。でこのように混ぜていただくとマヨネーズのダマができず、きれいにお水に溶かすことができます。そうしましたら続いてここに薄力粉、そして片栗粉を加えます。そしてよく混ぜましょう。
はい、ダマがなくなるまでね、しっかりめに混ぜてください。衣の準備はこれで OK です。それではね、人参に衣をつけていきます。まずね、衣をつける前に薄力粉を全体に軽くまぶしてください。この大さじ1の薄力粉を半分ずつ入れていきます。こちらはね、大体で OK です。そしてさっとね、絡めましょう。はい、 OK です。ではこちらも同じように絡めます。はい、このように薄力粉を薄くまぶしてください。そうしましたら先ほど作った衣を半分ずつ入れていきます。こちらもね、ざっくりで大丈夫です。そして衣を絡めます。はい、こんな感じです。こちらも同じように絡めていきます。はい、 OK です。では今からこちらを油で揚げていきます。それでは今から揚げていきます。小鍋に油を入れます。だいたいそこから2センチぐらいの油を注ぎ入れてください。で、このようにね、ちょっとちっちゃめの小鍋でやっていただくと油の節約になると思います。はい、それでは火にかけます。今回は170度ぐらいの温度で揚げていくので、それまで油を温めます。それでは適温になったので揚げていきます。目安としてはこのように菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクと細かい泡が出るぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。大きさはお好みで OK です。だいたいね、食べやすい大きさぐらい取っていただいて、そして入れます。で、このままだいたい1分から2分ほどサクッとするまで揚げていきます。お箸でね、少し人参をこうやってまとめましょう。整えるイメージですね。で、時折ね、裏返しながら揚げていきましょう。はい、こんな感じでね、カリッと揚がったら取り出してください。サクサクに仕上がりました。では残りも同じように揚げていきます。で、三つ葉の方もね、同じように揚げていってください。はい、揚げ終わりました。このようにサクッと揚がってます。ではこのまま油切りをします。はい、これでサクサクの人参天ぷらの完成です。こんな感じでサクサクで美味しそうに仕上がってます。こちらは人参のみで作った人参天ぷらです。そしてこちらは三つ葉入りです。サクサクに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではまずはじめに人参だけの方からいただきます。サクサクです。人参がすっごく甘いです。美味しい。もう何もつけなくてもね、本当に人参がすごく甘いので、これだけで美味しく召し上がっていただけると思います。スナック菓子というかおやつ感覚でもいいかなと思います。では続いてこちら三つ葉の方は天つゆにつけていただきたいと思います。ではいただきます。三つ葉の方はぜひ天つゆにつけて召し上がってみてください。三つ葉の香りが効いてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の人参の天ぷらのポイントです。まず人参なんですけれども、できるだけ細めの千切りにするようにしてください。そうすることでとてもサクサクっとした美味しい食感に仕上がります。で、今回私はね、包丁でね、スライスして、その後ね、千切りにしたんですけれども、こちらね、スライスするときはスライサーを使っていただいても大丈夫です。ただ、スライサーを使うときは手を怪我しないようにだけ十分に注意して、安全装置などを使ってスライスするようにしてください。そして衣についてのポイントです。今回はですね、衣に片栗粉、そしてマヨネーズを加えました。この2つを組み合わせて加えると、とてもサクサクのまるでお店のような天ぷらに仕上げることができます。ぜひね、この2つを入れて作ってみてください。さらにですね、マヨネーズは少しね、味もついているので、そのおかげで人参の甘みも引き立ってとても美味しく仕上がります。そして油で揚げる時のポイントです。油で揚げる時はですね、小鍋を使っていただくと1個ずつね、揚げないといけないんですけれども、油の節約になるかなと思います。で、今回はですね、170度の油で揚げました。で、揚げる時はですね、お箸で食べやすい大きさの量だけ取っていただいて、そして油の中に入れてください。その後ですね、お箸で少し形を整えながら両面カラッとするまで揚げてください。だいたいね、1分から2分ぐらいを目安に揚げていただくといいかなと思います。これはね、揚げる量だったりとか、あとは鍋の大きさでもね、揚げる時間が変わってくると思いますので、様子を見ながら調整してみてください。今回ね、三つ葉も入れて2種類作ったんですけれども、どちらか片方だけ作っていただいても大丈夫です。そして今回ね、天つゆも作ったんですが、こちらもね、すごく簡単に作れるので、ぜひ合わせて一緒に作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。サクサクで美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日は人参の天ぷらを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。